メインが、地元の九州に近いっていうところに関してはいかがですか？落ち着いてるところがあるんですかね。けども変わらずいつも通りやりたいなと思ってます。でもいいんじゃない？手もだけやし反応も早いし、いいと思うよ。O que ele faz de melhor, ele joga bastante jab direto. Então a gente trabalhou muito em cima disso, chutando, botando para baixo. 100% para dar um grande show hoje para vocês. Tenho 15 minutos para me divertir lá dentro e dar um grande show. 互いでね、もう要はこう真剣抜いてこうやり合う唯一の場なんだよ。生きるか死ぬかっていうのをさらけ出して唯一やれる場所ですよ。気合入ってるし、やるかやられるかだなっていう。踊るかもしれないですね。楽しみにしててください。ここまで3連敗です。もう後のない戦い。滝沢健太です。実家がラーメン屋さんなんで。そうなんですね。8000亭っていう。柔道仕込みの寝技師が地元九州大会でライジン初参戦を果たします。不撓不屈の筑豊男子野瀬翔平25歳です。立って滝沢、寝かせて野瀬。さあ第1ラウンド始まりました。リミット61キロライジンバンタム級の戦い。前蹴り。いつもと違ってプレッシャーかけようと思ってますね。近い距離になる分はしょうがないと思ってガンガン行こうと思ってます。タイミングうまいなと思ったんですけど、見えてたというか大丈夫だったんで、どんどん入っちゃおうと思ってたからプラン通り進んだんで。うわーカウンター膝。いやでも踏み込みが早かったんで今は入ってない。逆に抱えてリフトして、まだまだバスター倒してきた。サイドを取ろうというところ。組んだらもうこれはテイクダウン取って1本なりパウンドアウトなりいけるなというのは1ラウンドの最初の組で感じました。うわまだ追ってくる。しつこい。逃がしてくれません。そして足を差し込みにかかります。首に手が回る。組んだらっていうのはやっぱりもう乗せはちょっと次元が違うので。1本取りに行ってたらそれ逆に嫌がって潰れてくれたんで、もう全力も打ちましたね。止めてくれ。非常なる無情な攻撃。大臣初参戦野瀬翔平。完全に動きが止まる。まだ動こうとしているが、ここに乗られているとどうしようもないか。そうですね、これは崖っぷちライジン3連敗。これで滝沢4連敗。野瀬翔平九州の地で勝利。大丈夫。ちょっと下げろ。大丈夫か。気持ち悪さはないね。ちょっと気持ち悪い。一番練習来んだけどな。大丈夫。しょうがない。大丈夫だ。頭痛いのとめまいです。吐き気は？するね。吐き気するね。ちょっとね。さっき後で行くからゆっくりで。はい、大丈夫だから。僕の組み技はライジンの上位陣、そしてチャンピオンにも通用すると思ってます。ぜひまた機会があればよろしくお願いします。最高。今までで一番気持ちいい。最高や。よかったな。勝ち方練習通りや。この大きな会場で大勢来てくれたんで、いい勝ち方できて強い相手になんですごく嬉しいです。できれば1本を取りに行ったんですけど、やっぱ防御うまくて、いい感じでパウンド入って、イメージは選択肢の中の一つではありました。パウンドアウト組み技はもうチャンピオンまで全員に通用すると思ってます。九州でも強い意志を持って練習に励めば関東関西にも負けないというのを示していけたらなと思ってます。今年のテーマは全勝全 KO。阿部大地
こちらがオスマンコータライジン初参戦です。さあ始まりました。さて高坂さん、ウェルター級はですね、これから先動くか動かないかはこの阿部にもかかってますよね。左から右、しかし右を返していきました阿部。さあ近い距離からのボクシング展開、蹴りをキャッチして右のストレート。うまかったですよ。やっぱりその上下のチラシはやっぱりコンビネーションしっかりしてるなっていう、そこにプラスアルファ自分の何が当たるかっていうのを考えながら、右ストレートとか右フック打つ時に結構オーバーに開いてたんで、そのタイミング狙おうかなとは考えてました。あんまり覚えてないですけど、前に出た結果なんでしょうがないと思ってます。はい、いやもう一撃で沈めました。なんと有言実行の KO 劇、阿部大地。バッチリです最高ですね。2024年は公言した通り全試合全 KO 有言実行します。必ず面白い試合やるんで、再来月のでかい大会に出れればいいなと思ってるんで、お願いします。さあこの2人なんですがリーチ差があります。リーチは8センチ、芦田貴弘が上回っています。まずは中央を取りました鈴木です。オットローキックから、そして打撃を加える。しかしここで組みついていったところなんですが潰していきました。引け込んでやったのがちょっともったいなかったなと思って、プランの中ではなかったんで、あれが選択ミスでした。三角足をかけた、右足をかけました。そして左足三角締めの形を取る。大丈夫、大事の前、全然大丈夫。あなたそれが大事。三角狙ってくるのもよくやってるから、だから私盆栽柔術、私が三角で一本ダメね。下が腕を取っていますが今解除されました。いきまして絡めていく芦田貴弘でありますが、しかし左右のパンチ、蹴ったサッカーボールキック、踏みつけから左の拳、連打をする、元 T ボージョンストレート、なんとベテラングリーン。そうなんか1回だけバーンってなったから、あとはたくさん打てばどうかなと思ってまとめた。これ止まる。完全に不完全燃焼で終わりましたね。今はもうとにかく情けない気持ちしかないので、先のことはマジで考えられないですね。1回だけ言わせてください。ヤーマン君、なんでもありで俺と対マンしようぜ。ちょっと三角。許さないよ、三角やられるじゃん。三角やられたら怖え。負けより怖え。タックルの展開からの KO だから、すごいいい収穫の日になりました。実はヤーマンってラブコールを送ってましたね。パッと出てきたのが彼の顔だったから、これで彼がやらないって言ったらもうそれで諦める。だから1回だけ答えくれよ。浜崎、その負傷欠場を受け緊急参戦を果たすのは同門 AACC 大島沙織。対してフランス生まれ3度目の来日を果たしますクレア・ロペス。様子見るって言ってたんで、どうかなと。しかし中央を取ってローキック一つ放ってきました。思い切って遅れてくる右です。そのままテイクダウン狙うとやっぱり距離があるんで、しっかり当ててから入る。打撃が課題だっていうのは皆さん分かってると思うんですけど、ずっとボクシングをやってて、その成果が本当に少しずつ小さい人とやるのって意外とやりにくいと思う。ああ、そうですか。さすが柔道仕組みの技で倒していきました。I was expecting the takedown, obviously. That's why in my striking I trying to count with, but she's not stopping. She's small, she's light, but she's tough. サイド取りましたね。今朝の形になります。さあ、今朝固めがうまく入れ替わった。こんなに上についてひっくり返されることがなかったんですよね。やっぱり柔道やってたから抑え込みにも自信があったしで。作りたいところだったんですけども、逃げられてしまったんで。そしてここも大外で気にしてさっきみたいにひっくり返されたんで、このブリッジまた来た。
これはもう何度も見せます。十字ですね。今度は下から十字。1ラウンド目もこの今朝固めからひっくり返されてるんですよ。でただで起きないというか、もうこれにもうひっくり返せて腕十字に合わせてるんで、もしこれを狙ってるんであれば本当にすごいと思いますし、まあ狙ってなきゃできないことではありますけども、本当すごいな。And she was better than me, and that's it. I have to accept it. She tried a lot of submission. The timing was not good. I was too late to defend. 今大臣では4連勝中なので、チャンスをいただけたら嬉しいです。お願いします。もうめっちゃ諦めかけてます。取れない。この49キロ減量がないので、何回も何回も返されてしまうから、やっぱりフィジカルさっていうのは感じました。最初ちょっと多分浅かったと思うんですけど、肘を中に持ってきて、したらもうこれ取れると思って、本当に彩香さんの後を追ってこれからもう世界で戦っていこうとしてたので、まずは勝ててよかったです。伊沢に勝てるのは私しかいないですね。言ってないですね。いつかやりたいと思ってますけど、もうちょっと練習しない試す場なんで、ここまでずっと練習してきたことを試合でねどう披露するかっていう、みんな舐めてるんで俺のことは、それを舐めんじゃないよっていうねのを見せつけたいと思います。急遽決まったこの試合、それでもフェザー級戦線に返り咲き、悲願のベルトを巻くためにはライト級の中堅選手ぐらい KO しておかないと次はないという覚悟の参戦です。スクランブル発進、白川陸斗。ライト級トップ戦線に再び立つために、対戦相手の白川にも世間にもこのまま舐められたまま終わるわけにはいきません。まだまだ自分は強くなれる、まだまだ上に行ける、八千祐介の答えがここにあります。さあ八千祐介、白川陸斗の対戦が始まりました。勝てない時期がありました。そこからこう復活の兆し、右ストレート。白川陸斗、本当に良くない、本当に良くない。悪い癖出たな、本当に。もうあれだけ本当出したくなかった、一回も。相手の入りに対して目線を切ってパンチ振るってしまうっていうのが僕の記憶では2回出ちゃってたんで、あの展開で全部作っていこうっていうフルスイングといいますか、もう KO を狙ってたので、そのプレッシャーは多分八千君もずっと感じてて、ずっとこう下がってたと思うんですけど言い訳なんですけど、今までよりちょっと近い打撃の距離感でいろいろやってみたくなっての割に見過ぎてしまって、安部さんにももう何をやるべきか考えるみたいな、なあなあでお遊びしてる場合じゃないなと、もう自分のやりたいことをぶつけるラウンドにしなきゃダメだなと思って、下半身へのタックルはまだ見せていない八千です。ここで初めてきた片足、ただここもどうか、テイクダウン。強い、ここから強いですよ。さあすぐに立ち上がってくる。組まれたら全力で切ってすぐ、打ち返すっていう作戦だったんですけど、自分が思ってるよりも削れてしまって、でその後の組とかもやっぱちょっとゴテゴテになってしまったんで、ここからバックを取れるか。さあ残り時間考えて、足はフックした。そうですね、あんまり行きそしてチ過ぎるとョークが来るか。さあここで入れてくる。6割ぐらいしか入ってなかったと思います。もう練習だったら絶対入ってないし諦めるとこだったんですけど、なんか矢にしっくりきてて、ちょっとだからやってみようと思って冒険してみたっすね。さあさらに締め直す時間は経って、ここで落ちたか。落ちてない。ちょっと落ちたでしょ。落ちてるでしょ。落ちてますね。落ちてましたよね。落ちてましたね。はい。一本勝ちです。やったもう耐えた。もうほんまなんかちゃんすいません。
子供の前で落ちてもうだ。最悪だ。俺の大画面で失神してる姿見られないやろ俺。ほんまちょっと待って。どうしてる姿見してるよ。かっこいい音やったよ。でもさ、こんな30万ってさ、こんだけなんか真剣にさ、投げるってなんか格闘技やっぱりな。気持ちよかったもんな、リング立った時。絶対ついか絶対ついか結果で2連敗ですから、雷神自体が遠のいてしまったなっていう感覚なんですけど、勝つまでは、もう執念で這い上がりたいと思います。やっぱり試合って難しいですね。だけど本当一生懸命毎日練習して強くなるために頑張ってます。全然いい試合じゃなかったねちょっとやろうといろいろやろうとすぎて、いやーまあ本当にショックはマジで。でも捕まえて膝を打ってたでしょ、あとあれサイドバックの時に叩きながらメンバーとかやってもう一回、もうあれもまあ課題はできた、バチッて決めて「なんじゃね?」って言いたかったけど、ちょっと説得力ぐらいあれ出ちゃったし、まあでも多少は成長感じると思う。キム・ギョンピョ含め海外の強豪たちともう一度切磋琢磨して勝ち上がっていって、ベルトまでたどり着きたいですよね。ブガルケラモフ佐賀大会欠場、そこで白羽の矢が立ったのがこの男です。足を捕まえさえすれば、相手の体を触りさえすれば、どんな相手でも決めてしまう可能性を秘めるアシカン10段。日本総合格闘技界に住まう妖怪か仙人か、今成正和四十とやつ。昼間は化学プラント工場の現場監督、スポットライトの当たる刑事では日本を代表する寝技師。山口県周南に生まれ、周南で育ち、周南で働き、周南で強くなり、周南に生きる。かっこいいとはこういうことさ。真島和正、家族も見てるぞ。静かな立ち上がりです。いきなり今成ロールで入っていく。グラウンドの展開には絶対なると思ったので、僕が上になることも分かってたんで、肘とか当てて削っていきたいと思ってたんですけど。足きましたね。さあまた今度足、真島の右足絡んでいく。触りさえすれば。足換とかオモプラッターとかの仕掛けはあったんですけど、その対処もできると思ってたんで、それも想定内で。触った感じいつか取れるなと思ったんですけど、聞かされなければ、取れるかなって思ったですね。入りやすかったです。逆に今度は低くテイクダウン狙い。今田さんここで止まりたくないですね、そんなに打たれ強い方ではないので、もしこれで一発バンと持った時に動き止まっちゃうことがあるので、今田さんはここのポジションは肘を落とす、肘を落とす、無情に肘。めっちゃ肘が痛くて、意識は飛んでないですけど、これ以上やられたら飛んじゃうなと思って。きついですよね。なるほど。縦肘もありなんでライジンだと、これ良くないですね。下から十字関節。下から十字関節。十字どうだ浅いか。落とせるかどうか。回転先も。一瞬ですよね。うわー、深かった。でこうっすね、ここで裏十字持って帰って、多分だったっすね。痛そう。肘結構バキっていきました。ちょっとなったっすね。曲げ伸ばしてきます。ちょっとできますね。腕狙われてるのはちょっと分かってたんですけど、
うフィニッシュに急いでしまって決められたって感じなんで、そういうところはちょっと自分の甘さが出たなって思います。今回山口から大勢の仲間が来てくれたのに本当に申し訳ないですけど、でも言っててもしょうがないんで、また一から努力するしかないんで、結果で残すしかないです。ああ、久々に勝った。最高っすね。1本決めた後吠えてケージを殴ってたんですが、あれはやはりこうエキサイティングしてたという。違うんですよ。ケージチェックの時に金ちゃんが怪我しないでねみたいな感じでちょっとおちょこられたんですよ。怪我しないで。元気だから怪我しないで。ご準備できた選手、こちらからご案内いたします。強いです。やめてよ。金ちゃんなりのエールだと思ってますけど。でもまあちょっと興奮しました。ケラモンさんとか来なかったんで、ちょっと期待外れな男が来たかもしれないんですけど、いいフィニッシュ見せれたかなと思いますんで、はい。困ったら呼んでください。まあたまに呼んでくれればいいです。正直者はバカを見る。でも俺はそうは思わない。正直者は成功する。正直者は夢を叶えられる。全てをありのままにさらけ出して、人間としても格闘家としてもでかくなった豪傑。さあ逃げも隠れもしないライト級戦線真正面からむき出しの銃をぶっ放す堀江義則、九州へ凱旋。流す涙を血に変えて強さを手に入れたファベーラの必殺仕事人ルイス・グスタボ。亡き父と交わした約束、それは格闘技で世界チャンピオンになる。悲しみの中から生まれたその拳は絶望をもたらし希望をつかむ。ルイス・グスタブがタイトルショットへの道を切り開きに行きます。ライジンランドマーク8 インサガメインイベントです。大旋風をここ九州の力巻き起こします。この試合はライジン MMA ルール、各ラウンド5分の3ラウンド制で行われます。なおこの試合の勝者にはライト級の一戦、視線を外さない両者。さあまずは第1ラウンドが始まりました。中央で向き合った両者。そうですね、堀江君とも、ね、練習の付き合いがあるんですけど、どんな感じでいくのみたいな感じで言ったら、スタンドからやっぱ勝負するって言ってたんで、ほぼ試合でやってた通りなんですけど、プレッシャーをかけながら自分の当てれる入れるところを見つけ、そこから崩していく、切り崩していくっていう。あんまりステップを使ってっていう感じじゃないんですけど、そしてアタックについていった。相手が前に出てくるんで、それ前で潰そうっていうような意識の上で、自分から攻めるとか攻めていくような感じでやろうと思ってました。パンチを放っていきました。カーキック。カーキック強いですね。そしてストレート。堀江は少し中に入ってジャブを放って、そしてまた本当に倒れてしまった。右のキック。そして一旦離れます。グスタブのローキックにも動じず、そしてカーキックを放っていきます。いいっすよね。カークもそうですね。そしてカーキック。ちょこちょこ入ってきた感じがしましたね。右ストレートが強くなってなくなったり、回転の。さあサンドストームが襲いかかる。ここ踏ん張りた方がいいですね。ここで組みついたところ、この背筋力、今立ち上がった。Sim, era quando ele jogasse a mão, eu ia chutar em cima. Sim, foi tudo na estratégia. 体を密着させる堀江義則。左差して少し指をたたえました堀江。1ラウンド終わってここいけるなっていうのはありましたね。もう思ってた通りだったんで、やれることをこれから2ラウンド目より増えるだろうなっていう。中に入ってきたっていうので、やっぱ自分らも陣営も多分距離が遠いっていうのは分かってると思うんですよね。ナイスジャブ止めたですね。Outra deu a trocação, mas
Em questão de trocação, o Rorier é o primeiro. E o que eu não esperei foi ele ter colocado eu para baixo. Como ele é strike, eu pensei que ele ia trocar. レッグかわしてシングルレッグだ。タックルに入っていった。そしてテイクダウンです。1ラウンド目も場合によっては行こうとは思ってたんですけど、2ラウンド目にタイミングが来たから行こうかなって感じでした。左のパンチを振っていきます堀江です。抑えた。さあまた抑え込んでいきます。これいいですね。依然トップキープの堀江一人。さあ打ち込んでいきました。第2ラウンドが待っています。いて右を狙ってるからこの左のガードを上げるように。Eu tava ganhando o primeiro round, né? Eu perdi o segundo. O segundo que eu tinha que acabar a luta ali. Então eu vou com o sentimento de matar ou morrer até o fim. さあ堀江乗り切ることができるか。集中したいですね堀江君。さあ堀江としては右カウンター当たってますね。左ジャブいい。そして蹴りローキック上がって後ろに下がった。したいな。ターキックだ。しかし右のストレートを伸ばしてくるグスタボ。出したくないですね堀江君は。はい。ワンツー。3ラウンド目に痛めた途中で頭にぶつけちゃって、で拳が結構痛くて出せなくは途中になりましたね。さあ左カウンター。右のプレッシャー強まってきますね。ワンツースリー。さあ来た。ちょっとダメージありますね。サンドストームが来た。ですかね。いや大丈夫大丈夫全然動け全然動け全然動け。金原さん、この状態どうでしょうか。グスタボもプレッシャー強いし肘を落としていきました。グスタブが落としてくる。最後は目右を落としてきました。試合終了。傷だらけになりました。堀江義則。ルイス・グスタボです。3対0ユナイマス決勝。ちょっと右手の拳が今痛いです。肘に当たった時ですか。いや頭に右が当たりました。顔上げろ。はい。でも今できることをとにかく、はい、もう、試合終わったらもう次のこと考えて、できることをしっかりやる。次につながると思います。いやもう負けです。悔しいです。はい。結果は全てなんで、なんかこういいこぶるっていうあれじゃないですけど、今は本当もう申し訳ない気持ちと、あと感謝の気持ちっていうのがありますね。ちょっと考えますゆっくり。はい。No momento dor. Mas estou muito feliz em ter lutado, em ter conquistado a vitória. Vem muito dessa situação. Essa situação me deixa muito forte então isso me dá muita força, sabe? Eu sou muito família, muita. Eu só queria dar um abraço nele e dizer que amo muito ele. Meu pai faleceu e eu prometi a ele. E eu todo dia eu faço tudo para isso acontecer um dia. Acho que tá na hora de a gente fazer essa luta acontecer. Satoshi, vamos lutar, vamos botar esse cinturão para jogo aí e dar um grande show pro Japão e fazer uma grande luta.